世界中を飛び回り活動する BTS は、常にハードすぎるほどのスケジュールをこなしています。いつも、笑顔で、楽しそうに仕事に取り組む姿を見せてくれる彼らですが、時には、あまりの過密スケジュールで体調を崩してしまうことも。今回は、BTS メンバーの過密スケジュールと体調不良についてまとめていきたいと思います。BTS は過密スケジュール。世界中のメディアから注目を集め、コンサートを開けば、チケットは即日完売という、まさにワールドスターな BTS。出演オファーの多さや、公演の規模の大きさは人気者の証ですが、その期待に応える BTS メンバーのスケジュールはとてもハードです。ここ2年ほどは、コロナ禍でコンサートがストップしていたこともあり、比較的落ち着いた生活はできていたようですが、それまでは彼らのハードスケジュールを心配する声が何度も上がっていました。パフォーマンス中にふらついているところが目撃されることが続き、事務所のメンバーに対するケア不足が指摘されることもありました。どれだけハードなスケジュールでも手を抜いたりしない BTS だからこそ、ファンのためにと無理をしているのではと心配になりますよね。過密スケジュールによる体調不良について、これまでどのようなことがあったのか、その時のメンバーの対応についても詳しく見ていきましょう。バラエティ番組ジャングルの法則でジンが倒れる。まずは2017年に起こったジンのバラエティ番組出演時の出来事です。現在 BTS メンバーが音楽に関係のないバラエティ番組に出演することはまずありませんが、当時はバラエティ出演にも積極的でした。ジンが出演したのは韓国の放送局 SBS で放送されたバラエティ番組ジャングルの法則。この番組はタレントやアイドルがジャングルで自給自足の生活を送るシリーズで、ジンはインドネシアにある島でサバイバルにチャレンジ。番組の中でジンは持ち前の明るさで過酷な環境も笑いに変えて冗談を言ったり、大変な作業を率先して担当して共演者を助けたりと大活躍。ジンの人の良さがよくわかる番組になりましたが、収録中にジンが倒れるという心配な出来事が。ジンが体調を崩したのは、魚を取ろうと海に潜った後のこと。みんなのためにと頑張りすぎたジンは、潜水後に吐き気とめまいを訴えてベースキャンプに緊急搬送されました。その後、ジンはビタミン注射を打ち回復。ジンの体調を心配する共演者たちを気遣い、明るく振る舞う姿も見せました。ジン曰く、空腹と疲労が蓄積していたのだそう。2017年頃の BTS は、韓国でも日本でも精力的にリリース活動をしていて、大忙しだった時期。この番組の収録の後も、日本でのリリースイベントとファンミーティングのスケジュールが入っていたようです。番組の企画とはいえ、そんな過密スケジュールの中でのサバイバル生活はかなり酷ですね。特に、ジンはサービス精神旺盛な性格なので、番組を盛り上げようと無理をしてしまったのかもしれません。大事に至らなくて本当に良かったです。2019年ソウルミュージックアワードでジョングクがふらつく。続いては、2019年に起こったジョングクの体調不良についてご紹介します。2019年1月に行われたソウルミュージックアワード2019での出来事です。BTS はフェイクラブとアイドルでパワフルなパフォーマンスを披露。熱量ある素晴らしいステージでしたが、実はこの時ジョングクは体調があまり良くなかったよう。移動中に足元がおぼつかなかったり、舞台の階段下でうずくまっている姿も目撃されました。明らかに体調不良な様子でしたが、それでも観客に何度も丁寧にお辞儀するジョングクらしい姿も。この時期はLove Yourselfのワールドツアー真っ最中で、このソウルミュージックアワードの2日前には名古屋で、4日後にはシンガポールで公演を行っています。そんな過酷すぎるスケジュールの中、
ジョングクの疲労は限界に達していたんでしょうね。ジョングクは特に合唱パートやセンターで踊るパートが多いので、人一倍体に負荷がかかっていたのではないでしょうか。そんな状況でも全力のパフォーマンスを見せ、ファンへの感謝も忘れないジョングクはさすがですが、本当に無理はしないでほしいですね。2017年 SBS スーパーコンサートで RM とテテがふらつく。続いては2017年9月に行われた SBS 人気歌謡スーパーコンサートでの出来事です。このコンサートは BTS としての出演のほか、テテがスペシャル MC も担当。前日から事前収録もあり、かなり過酷なスケジュールだったようで、パフォーマンスの最後にはテテがふらつく姿が目撃されました。DNA の最後にふらつくテテをジンが後ろから支えていますね。さらに DNA の途中には RM がふらついて苦しそうな表情を浮かべている場面も。そんな RM に対してもジンが心配して声をかけています。この日 BTS が披露したのはマイクドロップ、ファイアー、DNA の3曲。どれも激しいダンスパフォーマンスのある楽曲です。特にテテはこんなにもハードなパフォーマンスを準備しながら生放送での司会というプレッシャーのかかる仕事もこなしていたと思うと、あまりの過酷さに胸が痛みますね。2019年ワールドツアーラブ、Yourselfでテテがふらつく。最後はラブ、Yourselfツアー中のテテの体調不良です。ラブ、Yourselfツアーはラブ、Yourself、スピーク、Yourselfツアーも合わせて世界各地で60公演以上も行った大規模なワールドツアーです。アジア、アメリカ、ヨーロッパとまさに世界中を飛び回ったこのツアーで BTS は各国のファンに素晴らしいパフォーマンスを見せてくれましたが、公演数が多い分、とても過酷なツアーだったようです。特にテテの体調が思わしくなかったのが、2019年3月20日から24日の間に行われた香港公演。香港では4日間公演というハードなスケジュールが組まれていました。当初からこのハードスケジュールにはアーミーから心配の声が上がっていましたが、メンバーはコンサート中やライブ配信でも元気だよとアピール。それでもやはり疲労が溜まっていたようで、最終日にはテテがかなり辛そうな様子を見せていました。ステージを終えて観客へとお辞儀をして頭を下げた際、足元がふらついて崩れ落ちそうになっています。そんなテテを RM が足元を支え、ジンは腰に手を回して支えています。立っているのもやっとなほど、疲れ果てている姿は見ているのも辛いですね。このツアー中は他のメンバーも疲労が溜まっている姿がたびたび目撃され、BTS メンバーにハードなスケジュールを強いる事務所への批判が高まった時期でもありました。RM 曰く、このツアーは特に時差が辛かったとのこと。短時間で移動を繰り返し、時差の残る体でスタジアムのステージで2時間以上も公演するなんて、どれほど大変か想像もできませんね。これだけ多くの場所、大きな会場で公演をすることができるのは、メンバーたちにとっても嬉しいことでしょうし、何十回と公演を重ねても決して手を抜くことなく、全力でパフォーマンスをしてくれる BTS は本当にかっこいいですが、やっぱり健康第一で過ごしてほしいですね。まとめ、いかがでしたか？今回は BTS がこれまでにこなしてきた過密なスケジュールと、それに伴う体調不良についてまとめました。こんなハードなスケジュールをこなしながらも、いつも笑顔でアーミーの前に立ち続けてくれている BTS をこれからも応援していきたいですね。